今からが旅の適齢期、ゴロゴロ旅です。イタリアのシチリアでキッチン付きの民泊で暮らすような旅。それでは旅のスタートです。イタリア・シチリア島のシラクサで最初の朝を迎えました。おっと、お隣さん、もう洗濯物干してる。油を買い忘れたので近くのスーパーへ。イタリアのスーパーマーケット、朝が早くて6時半から。それで焼きたてのパンも売ってるんですよね。覚えたりとかしたらちっちゃくていいけど、これちっちゃいですね。これもいいね。便利だな。これでいきます。すごい時間かかっちゃったごめんね。シチリア島のマーク、トリナクリアがついているこのオリーブ油に決定。このマークについてはこちらの動画で解説しています。こちらは茶畑100円です。0.58 ユーロ。平らで細長い形状がスリッパに似ているので茶畑スリッパと名付けられました。1980年代にイタリア北部で生まれた比較的新しいパンです。オリーブの実119円 0.7 ユーロ。放し飼いの卵324円 1.9 ユーロ。サラミ1411円 8.27 ユーロ。トマト203円 1.19 ユーロ。エキストラバージンオイル2099円 12.3 ユーロです。産地はシチリア島のトラパネージ。収穫後48時間以内にコールドプレスした高級オイルです。120年以上オリーブオイルを生産してきた家族経営のバルベラ社の製品です。日本と違ってかなり悪いところも入ってます。これはまずい。よく洗わないと本当に洗ってません。ただし香りは高い。トマトのなんていうの、臭い感じが本当に洗うって感じ。洗うと素晴らしいトマトになりました。2つともこんな
じゃあいただきます。遅くなっちゃった。桃は食べた感じはグラノパダーノが美味しい。気持ちいいね。いや渡ろうか。この靴いいよね。合いそうだね。なんか日本では見かけない、見られないっていうか、ちょっと遊び心があって。ウィンドショッピングも楽しいシチリアのオルティージャ島。スマホ操作は立ち止まって壁を背にして行いましょう。背後に誰も来れない壁の前で慎重に行動する人は教わりにくいと思います。自分も怪我しないためにね。市場に行くのにちょっとウィンドウショッピングをして、このウィンドウっていうのもかなりね、イタリア人の方がすごいデザインで並べてるから見てるだけで楽しいしね。遺跡だって。このアポロ神殿が紀元前6世紀に建てられた当時は鐘楼が周囲を取り囲み、屋根はテラコッタタイルの壮麗な姿でした。5世紀にカルタゴ人によって破壊され、3世紀にローマ人によって再建され、16世紀にはスペイン人によって要塞になり、現在は廃墟となっています。市場じゃない？このギリシャ時代の遺跡の横がもう市場になってるんですね。素晴らしいね、ここね。古代ギリシャの人たちが植民地にしていた時のこの建物がここにあって、ここで生活をしていて、それでここの市場っていうのがこの遺跡と生活が結びついてて素晴らしい。うわー、バッグも売ってる。ちょっと買い物バッグ買いたいな。なんか日本での買い物バッグ買いたいんだけど、日本でもおかしくない柄でっていうことで選ばないとね。あそこの網編んであるカゴ系のやつも可愛いですよね。いいね。なんかアラブ系、インド系みたいな方が、店を運営してます。すごい量。アンティークもいいよね。わーいいね。数日前に滞在していたパレルモの市場はちょっと観光地化してるかなと思ったんですけど、ここは地元の方が本当に食材を買うところで、正真正銘の活気のある市場。これ生で食べられる魚はありますかと Google 翻訳で聞いてみたところ、この開いたイワシを勧められました。おしゃべり担当で実際の行動はもう疲れ切ってやってくれないね。こっちだね。これ美味しそうじゃない？これにしようよ。イカもいいですね。ほんじゃるな。これじゃあ2人、どれ？通じるものね。よかった。リモーネ。18。
あ Allora, limone, olio, Olio. prezzemolo e pepe rosso. ー、うん。うん。 2,50 euro. 2,50 Anche a 10 元気でね。これをちゃんと、でも20ユーロぐらいで、あ、でも25、25、 a quando? でも3500も、2 Ciao, grazie, grazie. 25ユーロなんで3500円もちょっと350円よ。うん、ちょっと保冷袋に入れといて。端っこでね、お願いします。じゃあちょっと私ほら、聞いてみてよかった。うん、よかったよかった。ここの魚屋さんです。また明日も来よう。レモーネ買わないと。レモーネ買わないと。うん。ここの魚屋さんも良さそうだね。うわ。このエビもすごいよ。あのエビもすごいよ。つや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 。うわー、いいね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 。明日来よう、また来よう。わー。この赤味噌みたいなペースト美味しいんだよね。このキロ 1.2 出せる？ジュース用にちょっと安いのを買いました。もっと高い立派なやつもありますけれども、1,50 euro va bene? ちょっと Grazie. grazie. Ci riesce del letto del fragolo locale, signore? Grazie. 買うねえ、ちょうど買えば、好きなんでしょ、6わかんない。もう買ってるうちに何が何だかいくらだったか分かんなくなりました。やっぱり動画撮りながらいくらとか口で言えば後から皆さんにお伝えできるのかなと思いましたね。すいませんね。でもね、もうね、生活してるだけで精一杯で動画を撮るっていうのもなかなかね、編集となるとまた夜なべになっちゃうんですけど、活気のある市場でした。よかった、この市場買いやすかったね。結局ね、市場に行けないような街もあるんですよ、時々。その市場がとっつきにくいこともあるし、自分の気合がね足りない時もあるんですよね。
今日買った戦利品の数々。これだけの食材を食べることができるんだから、やっぱり暮らすような旅はいいな。レモンに平たい桃、メロンにパセリに水につけときました。きゅうり、唐辛子、ズッキーニ、じゃがいもにこんなにたくさんプラム。またこの夫が好きなじゃがいも料理を作りたいと思います。このじゃがいも大きいからちょっと半分で十分そうですね。そしてフライパンを温めておいて、このフライパンはね、自分で持ってきたものなんですけれども、そして花びらのように並べていきます。最初がちょっと並べにくいので手で押さえながら、縁に並べていきますよ。これがね、じゃがいもによって大きさが違ったり、毎回ね、ちょっとずつ出来具合も違ってくるんですよね。簡単な料理ですけれども、どんな味になるのか毎回楽しみ。じゃがいもの種類によって味がパリパリしたりホクホクしたり、上に乗っけるチーズによっても違いますね。じゃがいもの端っこの方もこの隙間に並べて全部使います。じゃがいもの皮も入っているのでね、栄養的にはいいと思います。このチーズはグラナパダーノ。ちょっとパルメザンと似ているんですけれども、パルメザンよりも、お安くて熟成期間が短いんですね。もちろんね、パルメザンの方が味が濃くていいんですけれども、こちらも美味しいんですよ。日本のカルディでもグラノパダーノは、パルメザンと並んで売ってます。夕方、近くのスーパーに来てみたら看板猫がすやすや。8時過ぎてね、ちょっとコープに買い物に行ってもね、便利でいいですね。まだこんなに明るいしね。開けてくださりありがとうございます。じゃあ蚊が入るか。蚊はいないの？意外に蚊がいないね。今日は簡単にこのインスタントのこれをリゾットを作ってみたいと思います。でもね、前菜は市場で買った生イワシの、マリネみたいなの食べたいと思います。このリゾットを作って、リゾットにこのマッシュルーム入れたいと思います。ここに、やり方書いてあるんですけど、日本語翻訳も Google 翻訳で十分できました。それによると、これを入れて水を何 cc とかあるんだけど、何 cc とかない場合は、これを出した後にここのところまで水入れて、それで入れろって書いてあります。で、一緒にこれ煮込むと美味しいと思います。どうなんだろう。こんな感じでお米とともに調味料が入ってます。チーズみたいなの入ってるんでしょうね。ちなみに、この2リットルのお水ですけれども、最安値はね、0.33 ユーロぐらいですね。なので、6本で2ユーロでした。でもね、1本ずつ買ったりとか、高いところで買うとこんなちっちゃいのに1ユーロ以上したりとかして、本当にもういかに自分が運べるかの問題であって、水の量の問題じゃないみたいですよ。なので、まとめて近いところで安いところでバッと買っちゃうのがいいみたい。こうやって、危ない。だいたいこういうこと、ここに水入れることがちょっと危ないので、ここに水入れてっていうことだと思います。これで、こうね。
で、これで12分煮るって書いてあります。ここにね、自分で好きな野菜入れればいいと思います。うちはマッシュルーム入れよう。ちょっとね、このパセリの芯も細かくすれば美味しいと思うので、ちょっと。こういう時もね、自分の包丁持ってると全然違いますよね。こんな細かくここの包丁で切れるかどうか。まあ私の包丁さばきも大したことはないんですけれども。ちょっと煮立ち始めてます。で、この上の方はね、別に取っておきます。シチリアレモンです。これをレモンだと思います。ここにお皿に敷きましょう。上からかけちゃうともしかしたらイワシの色が変わっちゃうかもしれないので、下からこうやってかけて、そしてシチリアのエキストラバージンオイルをそしてこれでニンニクを少し、そんなに大量にいらないでしょ。これはね、ニンニクもシチリア産でしたよ。ちょっとニンニクありますんで、ぽいぽいと。お塩はちょっと味を見てから考えたいと思います。ここが朝の市場で買ったイワシですよ。あ、美味しそう。こんなに手でさばくの大変でしたね、しょうね。手間賃ですよね、これね。アンチョビです。お箸でやればよかったかな。これでマリネになります。美味しそうだね。ちょっとね、シチリアオレンジもここに上に乗っけてみようかっていう気になりました。レモン十分にあるんですけど、もしかしたらこのちょっとレモンだけじゃない甘みっていうのもあってもいいのかなと思い始めたんです。これをね、ちょっとこれゴミにして。贅沢ですよね。で、ここをこういう感じでポイッと。こっちの方、くし切りの方が食べやすいとは。そしてほんの少しだけ玉ねぎ入れようかな。ほんの少しだけ風味でこの玉ねぎをこれね、チラ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 と塩がいるかどうかちょっとわからないですね。シチリアレモンとシチリアオレンジとシチリアの生イワシのマリネです。さあ、リゾットも出来上がりました。でもね、実はこれ失敗しました。もっと早くに、やっぱり12分で火を止めなきゃいけないのに、私説明書をね、言うこと聞かないことが多いんですけど、やっぱ煮えすぎて美味しくなくなりましたね。あんまりチーズの味もしない。あんまりこれ美味しくないです。失敗しちゃった。ちょっとね、炭水化物をということで、これ盛り付けたいと思います。
もうちょっととろっとなってもよかったのかな。オリーブオイルしちゃう。シチリアの食材ばっかりで作った。これはインスタントですけどね。じゃあこれをいただいてみたいと思います。これね、イワシですよ。ね、こんなにさばいてくれて、ちっちゃいイワシを。おいしい。ちょっと塩を足してみました。問題のリゾットですけど、やっぱりね、インスタント使うといけないですね。自分の手で作った方がいいかも。なんかピントが来ない味かもしれないですね。昨日市場で買ったシチリアオレンジをこの民泊に備え付けのジューサーで絞ってみました。1キロ200円、1.2ユーロのこのオレンジ、味はいかがでしょうか。オレンジはジュース用にちょっと傷ついたものを買ったけど、十分皮が薄くて果肉がたっぷり。なんだか楽しくってやめらんなくなっちゃう。柑橘類の島と言われるシチリア島。日本でもシチリアレモンの商品がありますよね。シチリア島の柑橘類の歴史は9世紀にアラブ人が島を征服したことに始まります。アラブ人は高度な灌漑技術を持ち込み、乾燥したシチリアの土地でレモン、オレンジ、ベルガモットなどの柑橘類を栽培し、ヨーロッパ各地へ輸出しました。市場にオレンジを買いに行きます。なんかオレンジジュース自分で絞ってみたらめっちゃ美味しいので、ちょっとやめらんなくなりました。オレンジが切れるとたまらん。歩いて5分ぐらい、5分強かな。私たちね、っていうか2人ともね、スマホを置いてきてしまいました。でもね、スマホなしでも多分たどり着くだろうと思うぐらい分かりやすくて、危険も全然感じないよね。なんかそういうこと言うとさ、非難を受けるかもしれないけど、本当に感じないよね。気をつけてますけどね。あそこにね、自動販売機があって葉っぱが売ってたりするんですよね。そういうのもあるんだけど、葉っぱね、葉っぱとか言って常用してたみたいななんていいの YouTube で、ね、市場に行くのに部屋から出て3分でギリシャ時代の遺跡があって、その先がもう市場です。なんか危ないこと本当に何もなくて、それより私ここのね、石畳が本当にツルツルしてて、こうちゃんとしたね、ウォーキング用のサンダルなんですけど、これ滑りそうなので自分でこけないようにだけ気をつけたいと思っています。市場のね、入り口はこういった雑貨系のものが売っていて、その奥に食料品になってます。なんかね、雑貨系はね、移民っぽい人が運営していて、食料品はイタリアの方っていう感じの分類になっているように見えます。かわいいな、めっちゃかわいいな。さあ、その辺から食料品ですね。チーズ焼きチーズ。現金持ってきた？よかった。やっぱり市場は現金ですね。これでいいかもね、ジュースにするから安いね。これ昨日は 1.3 だった。イカ買うか。
1 kilo? 1キロ。1キロ。アランジとオレンジみたいですね。ジュース用だからこの安いのでいいと思います。これ美味しそうだね。めっちゃ美味しそうじゃん。シチリア海峡で取れる魚介類は実に多種多様です。代表的なものとしてはマグロ、イカ、タコ、エビ、ウニなどが挙げられます。特にマグロはシチリア海峡の名物であり、古くから漁業の対象となっています。毎年5月から9月にかけてシチリア海峡には多くのマグロが回遊し、盛んな漁が行われています。イカじゃあBella tonnina, buongiorno. la tonnina che è speciale. Tonnina bella locale abbiamo, donna. Buongiorno. Gamberone, gamberetto locale abbiamo. Buongiorno. 4. Oh no, myself. やってくれるかって。ない。グラッチェ。保温袋に入れて。いや、めっちゃ楽しいな、もう。ランチ用にアランチーノを専門店で買いました。このアランチーノ1つで8ユーロ、1300円とちょっとお高いんですけれども、巨大だったので2人分のランチになりそうです。また私のミスで音声が取れていなかったのでお話しします。お昼はギリシャヨーグルトとキュウリとちょっとニンニクでレモンも足してギリシャ風のサラダにしました。塩味のヨーグルトサラダなんですよ。私は古代ギリシャに興味があって行ってみたいんですよね。そしてこの白草は紀元前8世紀頃にギリシャ人がもう来ていたんですね。ギリシャ人の中のコリントス人によって建設された植民都市なんです。豊かな農業資源と海産資源に恵まれて繁栄を極めたこの植民都市は、壮麗な神殿や劇場が建設されて、ギリシャ文化の中心地としても多くの哲学者や芸術家が集まりました。そして買い足しに行ってきたこのシチリアオレンジを絞ります。濃い色のオレンジ、薄い色のオレンジあって、もう本当にこれね、美味しい。本当に爽やかで甘くて美味しい。シチリアオレンジって皮が薄くって果肉の部分がほとんどで、本当に素晴らしいオレンジでした。ケチの私は限界まで絞っております。この絞り器よくできていて、このオレンジを当て直したりして押し直すと逆回転を始めたりとかして果肉が全部取れるようになってるんですね。このアランチーノ、どっしりと重く大きい。イタリアのシチリア島発祥のライスコロッケです。具材は中はラグーソースやチーズ。アランチーノの起源は
13世紀頃にまで遡ると言われています。当時はスペイン王フェデリコ2世の戴冠式を祝うために作られたと伝えられているんですが、その後シチリア全土に広まり、現在ではシチリアを代表する料理の一つとなっています。私断然ドリップ派だったんですけれども、コーヒーだんだんエスプレッソが美味しくなってきたんですけど、変わってきたのかな、好みが。このカップもいいし、クイッとエスプレッソ飲むっていうのもいいですね。夕方の散歩に出かけました。紀元前8世紀頃にギリシャのコリントス人によって建設された植民都市シラクサ。その古代のギリシャ時代にはシラクサ港は穀物、ワイン、オリーブオイルなど農作物や鉱物資源、奴隷など交易品を取り扱う重要な市場となっていました。また強力な海軍力を誇り、海軍基地としても重要な役割を果たしていました。やっぱり一番のごちそうはそぞろ歩きだね。やっぱお金持ちが多いんじゃない？治安が悪いようにはとても思えないし、こんな高級ヨットばっかりですよ。あれは本当のお金持ちだと思いますけどね。最近のヨットはあんな未来的な形になってんのね。めちゃめちゃかっこいいじゃんこれ。普通のヨットとは違う。いやー、1日100万ぐらいかかるのかもね。ちょっとこっちはクラシックな感じで、いい船がいっぱいだわね。あれはウェディングの方ね。おめでとうございます。素敵ね。おめでとうございます。素敵。I saw a 3 days. これなんか帆船みたいなヨットなんだね。全然知識がないからわかんないけど、いやー、いろいろもうピカピカじゃん。もうダグラスとか書いてある。すごいね。
どこの旗なんでしょうかね。かっこいいなあ。もうなんかクルーズの旅もすごいと思ったけど、もっとお金かかるよこれは。これなんかもう美しい。わー、クラシカルな城。わー、この神秘的な泉はアレトゥーザの泉。湧き出る水は透き通っており、その周辺にはパピルスが生い茂っています。泉の名前はギリシャ神話の妊婦アレトゥーザに由来します。歴史は古く、紀元前6世紀頃にはすでに存在していたと言われるこの泉は、古代ギリシャ時代からローマ時代にかけてシラクサの市民にとって重要な水源として利用されていました。泉の周辺は集会や商取引の場としても機能していました。So cute. How many days? 2 months. Oh, 2 months. So cute. Thank you. Thank you. Well, こんな大きい広場があったんだね。うわー、素晴らしい。もうちょっといいです。めちゃめちゃ美しいところだよね。we should take you on. 今日の夕食はブッラータ。モッツァレラチーズの皮に中に生クリームとモッツァレラチーズの裂いたものが入っていて、
ナイフで切ると中がとろり。イタリアのプーリア州で生まれたフレッシュチーズで、その独特の風味と食感から世界中で人気があります。ブッラータはイタリア語でバターのようなという意味を持ち、その名の通りクリーミーで滑らかな口当たりが特徴です。美味しそうだね。これは、すごいな。卵のあれからっていうか、あれみたいに。このチーズのね、形がまたすごいね。いただきます。とろり。二人でこれちょうどいいよね。そうだね。全然パスタの量が少ない。具の方が多い。ね、全然パスタの量が少なくて、具の量の方が、タンパク質いっぱい取れそうで、ズッキーニの火の通りが弱かったかな。味ね、全然ほぼつけてない。
この間の外で食べたシーフードほど味が濃くないけど、薄味でシーフードの味がパスタに染みてて美味しいね。柔らかい。火をね軽く通しただけだからいいかも。ここまでご覧くださりありがとうございます。シチリアで最初の町パレルモに続いて2つ目の町シラクサにもすっかり魅了されています。何より市場が良かったですね。観光地化していなくて地元の方でいっぱいの市場。新鮮な生イワシが500円以下でしたね。シチリアレモンで食べる生イワシ、一生の思い出になりそうです。次回は遠くのスーパーマーケットまで足を伸ばしたり、夜のレストランで外食したりする動画になっています。それではご視聴ありがとうございました。